はい、こんにちは。アーロン・パタソンと申します。今日はクラスニューの高速化、ニューアプローチです。私は Shopify でフルタイムの Ruby プログラマーとして開発を行っています。私は Ruby が大好きなので、機会があればより多くの人々に Ruby を使ってみてほしいと努めています。そして皆さんが Ruby を使い続けられるように Ruby をこれからも改善し続けていきたいです。Ruby が C より速い場合はありますか？どうやって Ruby が C の速さを超えることができるかをこのプレゼンテーションで説明します。そしてこの情報からどのようにクラスニューを Ruby で階層できるかを話したいと思います。まず最初に C コードを理解するために現在あるクラスニューの実装を見ていきましょう。次いでインラインキャッシュは何か、何のために使われているかの話をします。呼び出し規約と、そしてそれがどうメソッドコールへ影響するのかを見ていきます。最後にクラスニューを Ruby に書き換えてパフォーマンスをテストします。さて、なぜ私はクラスニューに注目したのでしょうか？それは C 言語で書かれていることと Ruby で実装することがこのトークのテーマだからです。そしてこのメソッドはとても人気があります。ニューメソッドで新しいオブジェクトを作成する際、クラスニューを使います。例えば Rails アプリケーションでリクエストを処理するたび、大体どのぐらいオブジェクトを生成されるのでしょうか？100オブジェクト？10万オブジェクト？もしかしたら5000兆ものオブジェクトが生成される場合もあるでしょう。その多くはクラスニューメソッドを使ってオブジェクトを生成しています。それが人気の理由です。つまりオブジェクトの割り当てを改善すればアプリケーション速度の改善を助けとなります。最後にこのメソッドが速くなれば誰にも問題ないと思います。では現在クラスニューの実装を見てみましょう。私はコードの書き換えやコードを調べたりする際、そのコードの実装方法をまず想像するようにしています。そうすることで何に注目したらいいかヒントを得られるからです。高いレベルから見ると、このメソッドはインスタンスを割り当て、パラメータをイニシャライズに渡して、インスタンスを返すのがわかります。このメソッドの実装方法の一例です。インスタンスを割り当てて、パラメータをイニシャライザーに渡します。でも、これは間違いです。このコードを実行すると、foo のインスタンスではなく、hello のシンボルを返します。これはもう少し正しい実装例です。最初にオブジェクトを生成し、パラメータをイニシャライズに渡して、最後にオブジェクトインスタンスを返します。これが Ruby ではどのように作動するか分かったので、C ではどこを見ればいいかなんとなく分かると思います。少なからず割り当てとメソッドコールのがあるのが分かりますね。この Ruby コードの例では2つのメソッド呼び出しがあり、これは2つのインラインキャッシュもあると意味します。なのでインラインキャッシュについて説明します。そしてメソッド間でパラメータを足しているので、呼び出し規約とそれがメソッドのパフォーマンスの速度にどのように影響するかを見ていきます。これは現在のクラスニューの実装です。一番下で C コードを呼び出しています。ここで2つの点に注目してください。まずクラス変数クラス変数は foo のクラスオブジェクトです。次にアロケーションはここで行われます。Ruby の実装と違い C 言語ではこれが実際にはメソッド呼び出しではありません。このコード
このコードで GC へ直接新しいインスタンスの割り当てを頼みます。メソッドパラメータは C の配列にコピーされるので、この argv 変数に格納されます。この argv 変数を rbobj_call_initKW に渡します。その関数は実際に initialize を呼び出し、argv 変数からのパラメータを Ruby メソッドに渡します。最後にインスタンスを返します。まとめると Ruby でスタートし C を呼び出し、そして C が Ruby を呼び出します。このような言語のバリアを超えるたび、それぞれの言語の呼び出し規約を切り替える必要があり、それには時間がかかるという問題があります。もし一つの呼び出し規約だけで実行できれば、処理の高速化が可能と考えられます。Ruby はどうやって C より効果できるかと前に言いましたが、それは必ずしもこの Ruby コードが C コードより速いということとは限りません。それはコードを実行したとき、フレームの種類を切り替えることでコストがかかるからです。呼び出された C コードの役割はあまりないので、異なるフレームタイプの間での切り替えに価値がない時もあります。つまり、この真ん中の部分を C から Ruby に変換すると、Ruby コードは C より遅いかもしれませんが、転送制御のコストが安くなるので、全体のパフォーマンスが上がります。私が本当の言いたいことは、これら2つを比較する必要があるということです。さて、どこで時間が費やされているのでしょうか。これはいつも一番に考えられなければならない大切な質問です。この矢印は使われる呼び出し規約によるサイズに影響します。だから呼び出し規約を知る必要があります。その上、VM のスピードと検索方法のメソッドから消費時間の影響ためにインラインキャッシュとの関係があるからです。ここで呼び出し規約に戻りますが、インラインキャッシュを見ましょう。インラインキャッシュは単にメソッド探しを早くするのが役目です。この例ではバーメソッドはバーズメソッドを呼びます。でもバーズを呼ぶ前にそのメソッドの場所を探さないといけません。Ruby がメソッドを検索場合、このようなアルゴリズムを使い、そのメソッドを呼びます。このアルゴリズムはメソッドを見つかるまでそのクラスの親をループします。でもこれには問題があります。それはこのメソッド検索が線型だからです。つまり親クラスを増やせば増やすほどメソッド検索に時間がかかります。ではこれをどうしたら高速化できるでしょうか。じゃあ検索したメソッドを簡単なキャッシュにしましょう。キャッシュキーはレシーバーのクラス、そしてバリューはメソッドエントリーとなります。これはメソッド自体の逆アセンブルされたバイトコードです。バイトコードはキャッシュエントリーを示しています。バイトコードをプリントするとキャッシュエントリーがどこかを見ることができ、そしてこのキャッシュオブジェクトが Ruby のオブジェクトと分かります。では、オブジェクトの関係を見てみましょう。このバーメソッドはキャッシュを示しています。この参照は弱い参照なので、バーズメソッドがなくなるとキャッシュは無効化となります。バーズとバーのメソッドはコンパイル時に積極的に生成されますが、インラインキャッシュは遅延的に生成されます。アロケーションを測定してみると、メソッドを最初に読んだ時だけオブジェクトが割り当てられることがわかります。このキャッシュは Ruby のオブジェクトだからです。
ベンチマークをするときにワームアップは必要です。なので RubyVM 自体もオブジェクトを生成するときにワームアップが必要なのです。このキャッシュの状況は一つだけのキャッシュだけでは参照できません。次のようなコードがあるとします。一番最初に実行すると A のバーメソッドを調べたらキャッシュします。キャッシュはクラスの値なので、次に実行するとキャッシュが起こり、キャッシュが再設定されます。これはキャッシュヒットとミスの例です。同じクラスで繰り返すとヒットの率は高くなるけれど、クラスを交互に切り返すと必ずミスが発生します。しかしミスがどの状況で起こるか分かっているから、キャッシュのメソッド呼び出しの影響を測ることができます。このベンチマークでは runIt メソッドを呼び出します。両方のベンチマークのメソッドコールの回数は同じだけど、1番目はいつも同じ A のオブジェクトを渡して、2番目は A と B を交互に呼び出されます。なので1番目はいつもキャッシュをヒットして、2番目はいつもミスとなります。キャッシュヒットがない場合、約 40% 遅くなります。キャッシュはパフォーマンスにとって欠かせないものです。これは Ruby のプログラマーには本当に役に立つけれど、クラスnew はC 言語で書かれています。このインラインキャッシュは Ruby で使われているから、C から Ruby のメソッドを呼び出すと遅くならないでしょうか。これは現在のクラス new の実装です。真ん中の RB obscure init kw という関数は最終的に Ruby で書かれたクラスの initialize メソッドを呼び出します。このファンクションは RB call vkw を呼び出して initialize をこのパラメータでこのオブジェクトへ呼んでくださいと伝えます。RB ファンコール KW はすべての引数を RB コールを渡します。RB コールもすべての引数を RB コール0に渡すだけです。この関数はどうして RB コール0と名付けられたかわかりません。実際の勝利は RB コール0で行われます。この関数の真ん中にコールキャッシュという興味深い型があります。このコールキャッシュは Ruby で書かれたプログラムが使っているオブジェクトです。つまり C の実装はコールキャッシュを見つけて使用します。でも Ruby メソッドがキャッシュをバイトコードで保存するなら、バイトコードがない C 関数はどこにキャッシュを保存するのでしょうか。それは GCCCT Method Search を読めばわかります。GCCCT のルックアップ関数は次のようになります。まずグローバルテーブルからキャッシュを探して、キャッシュが有効ならそれを返し、なければ低速なパスで検索を行います。C メソッドで Ruby メソッドを呼び出す場合、コールキャッシュが保存します。でもそれは Ruby プログラムのようなインラインではありません。それらのキャッシュはグローバルテーブルに保存され、保存数はテーブルのサイズによって制限されます。ここまででインラインキャッシュについて十分学んだと思います。次は呼び出し規約について話しましょう。呼び出し規約って一体何でしょうか。呼び出し規約と聞こえは難しそうですが、変数と返される値を見つける位置を定義する規則です。呼び出す変数を特定のところに置いて呼び出された関数の位置から引数を読み取れるようにします。この規則によって呼び出す関数と呼び出された関数を分離することができます。つまりコンパイルするときに呼び出す関数は呼び出された関数について知る必要はありません。
プログラミング言語は独自の呼び出し規約を定義することができ、Ruby の呼び出し規約は C の呼び出し規約とは異なります。Ruby の呼び出し規約を見てみましょう。Ruby の VM はスタックを使え、これはスタックを管理することで全ての処理を行われ、引数を渡すことも含まれています。Ruby の呼び出し規約を見ていきましょう。最初は呼び出す側から見ましょう。この場合は foo です。このコードを実行すると5と7と9をスタックにプッシュして最後にバーを呼びます。バーに移動してもスタックはこのままです。管理が移動するときにスタックに線を書きます。線の上の値を引数とローカル変数です。Ruby は引数と変数を同じように管理しているから格納のところは同じです。変数を取り出すときに線に対するマイナスオフセットを使っています。この場合 A の変数はスタックインデックスはマイナス3、B はマイナス2、C はマイナス1。実行するときにこのスタックの位置は変数を変定します。キーワードの引数を使うときも同じ呼び出し規約を使っています。メソッドをキーワード引数を使用するように変換したとしても呼び出された関数は値が特定な位置にあることで待ちます。もちろんキーワード引数を持つメソッドを異なる順序で呼び出すこともできます。この例では C の変数を最初に渡します。呼び出し規約を維持するため Ruby の VM は渡された引数の順番を見てからレシーバーの関数の引数を順番を見て引数順番を合わせて並べて返します。並べ替えするというのはキーワード引数を使って並べ替えるので普通の引数より遅くなる可能性はあります。でも私は高速ができると思うのでコードを変更しないでください。あと C 言語にはキーワード引数プラットデフォルト引数なんて存在しません。だから C 関数を Ruby から呼び出すときに引数の変換処理が必要です。だからこの処理はパラメータの種類によってかかる時間が変わります。これはキーワードの引数で関数を呼び出す簡単な例です。ワームアップ後に実行するとオブジェクトの割り当てが0だと分かります。似たようなテストをイニシャライズメソッドを試してみましょう。前の例と同じように一つのオブジェクトが生成されると要素しますが、結果はなんと2つのオブジェクトが生成されます。C はキーワード引数をサポートしないので C 関数を呼び出すとスタックをハッシュに変換しそれを一つの引数を渡します。それを一つの引数で渡します。そして C から Ruby を呼び出すときは Ruby の呼び出し規約にサポートしなくちゃならないのでそのハッシュをスタックに再度変換する必要があります。ではこれを New の実装に直していきましょう。これは私が初めて試したクラス New の実装です。でもこのコードを実行すると例外が起こります。なぜかわかりますか？それは Initialize はプライベートだからです。この結果を見て本当にびっくりしました。イニシャライズをプライベートと定義しなかったにもかかわらず特定に扱いメソッド自体が定義されるとプライベートをマークしています。これにも問題があります。なぜかわかりますか？それは
ベーシックオブジェクトに鮮度がないからです。もしベーシックオブジェクトに鮮度を呼び出すと例外が投げられます。鮮度を使わずにプライベートメソッドを呼ぶ必要があります。ではどうやってできるでしょうか。もちろんズルしたら可能です。レシーバーがないときにメソッドを呼ぶとそのメソッドの可視性をチェックしません。それは鮮度の命令の F コールフラグでわかります。あいにくこのコードにはレシーバーがあります。本当に望んでいるのはこの命令には F コールのフラグが欲しいということです。このために私は Ruby に新しいプリミティブを追加しました。プリミティブは Ruby のコンパイラーが特別に処理できるコードです。コンパイラーがプリミティブを処理するときに処理すると特別な命令を加えます。プリミティブを使ったコードはこのようになります。コンパイラーがプリミティブのコードを処理してメソッドによって特別なコードを実行します。この場合、このプリミティブは fcall というフラグを send の命令に追加します。新しい send 命令は次の通りです。fcall のフラグが追加されました。send なしで initialize を呼ぶことが可能になりました。でも、このコードだけではテストにパスできません。なんでかというと、allocate というメソッドを使うと、モンキーパッチすることができるからです。この例では allocate をモンキーパッチしたにもかかわらず例外なしで実行できます。つまり allocate を呼ばずにオブジェクトを割り当てる方法が必要です。ではまた新しいプリミティブを作ってみましょう。プリミティブをモンキーパッチすることはできません。なのでオブジェクトを割り当てられる新しいプリミティブを作れます。新しいプリミティブはオブジェクトを割り当てる特別な命令を挿入します。この命令によってクラス new を Ruby で完全に定義することができます。Ruby でクラス new を定義することができました。きちんと作動しますが、パフォーマンスの面から見るともっと速度の改善ができます。Ruby を Ruby なしで書くことが可能です。前にも述べましたが、Ruby コードは YARB の命令を変換されます。なので、クラス new はこの命令に変換されます。そして new を呼び出すコードはこのバイトコードにコンパイルされます。もしクラス new の YARB の命令をコピーしてそのまま new を呼び出すところへペーストするとどうなるでしょうか。結果はこのようになります。クラス new のコードはインラインで追加されます。この戦略で Ruby を書かず、Ruby でクラス new を実装することできます。コピーペースト命令の実装はコンパイラー側を変更が必要でした。これがその変更です。コードの細部は説明はしませんが、コンパイラーはメソッドコールが new を検出して、new なればクラス new の命令を挿入します。実行時にメソッドがクラス new ではない状況に対処する必要があるため、ガード命令を挿入します。これらインライン化を行う前とその後の命令です。では Ruby でクラス new を実装できることが分かりましたが、スピードはどうでしょうか。簡単なベンチマークから始めましょう。これはパッチを試してみたら、このテストケースは一つのオブジェクトだけ割り当てをします。キーワード引数を使ってみたら、オブジェクトの割り当て数が半分になります。これは本当にいいことです。ではこれからアロケーションの速さを測定してみましょう。1秒あたりどのぐらいのオブジェクトをどのぐらい割り当てられるかを測りましょう。でも引数の数を増やしたいものです。
では、引数を増やしながら割り当ての速度を測ってみましょう。引数の型も変更したいものです。では、1とキーワード引数も測定してみましょう。あと、オブジェクトの型も変更してみます。これはインラインキャッシュの影響を確認するためです。これらの組み合わせで割り当て速度を測定し変革します。このグラフで青い線はインラインパッチ後の Ruby の 3.5、緑の線は Ruby の 3.4 の比較です。Y 軸は両バージョンの Ruby が実行できる1秒あたりの割り当て数を示し、数値の高さはパフォーマンスの高さです。X 軸はイニシャライズに渡された引数の数です。引数の数が増えれば増えるほど遅くなりますが、インラインは常に高速化していきます。1引数を使った場合、インライン化により Ruby 3.5 は約 1.8 倍速くなります。このグラフは前回のグラフと同じですが、ここで1引数の代わりにキーワード引数を使っています。ここでもインライン化された Ruby 3.5 は確実に速くなっています。つまり高速化を引数数の次第ということです。3つのキーワード引数では 3.2 倍速くなって、10では 6.2 倍速くなります。同じ型のオブジェクトを何度も割り当てるのは普通のことではありません。だから次のテストではそれぞれ異なるオブジェクトの割り当てをテストします。割り当てるオブジェクトの型を変えてみてもまだまだ早いです。このテストはクラスの変更し、キーワード引数を使っています。インライン化によってさらに高速化します。まとめると、つまり高速化はパラメータの型と数の次第というわけです。しかし最低でも 1.4 倍の速度の向上が確認できます。ではインラインの欠点は何でしょうか。まずメモリ量が上がります。ROC メソッドのメモリ量を測ってみたら Ruby 3.4 では約544バイトで、インライン追加後では656バイトでした。約122バイト増加したことになります。ただしこの増加はニューメソッドを呼び出すコードの影響のみに起こり、コード全体の中ではわずかな割合だと思います。次の問題はインライン化するとスタックトレースを少々変更します。イニシャライズの中でスタックを出力すると、インライン化でスタックを見た目が変わり、インラインの中でクラスニューのフレームが失われます。私からするとこれは許容できる変更だと思います。では最後のまとめに入ります。今日は C 実装のクラスニューのプロセスを学びました。インラインキャッシュの実装を見て、どうメソッドコールを高速化できるか考えてみました。呼び出し規約が何なのか、そしてそれがどうコードに影響するかを勉強しました。最後に Ruby でのクラスニューの実装、そしてパフォーマンスの特性について学びました。皆さんがもっと Ruby の内部走行に興味を持ってもらったら嬉しいです。そしてもっと大切なことは、今日のトークから皆さんが Ruby でもっと楽しんでプログラムできることを願っています。ご清聴ありがとうございました。